こんにちは、風船の種です。今回はペンシルバルーンへの空気の入れ方と結び方をご紹介していきます。まず空気を入れる前に風船を何回か伸ばしておくと柔らかくなって、この後ひねるときにひねりやすく割れにくくなります。風船の口巻きのところをポンプの口に取り付けていきます。口巻きのところを思いっきり広げて、ポンプの口のところに挟み込んでいきますが、この時にほんの少しだけ挟み込むのではなくて、なるべく深めに、特にバルーンアートになれないうちは、2センチ以上を目安に深めに挟み込んでおくと、この後結ぶ時に結びやすくなります。挟み込んだところが外れないように、左手の人差し指と親指でしっかりと押さえながら、ポンプを押し引きして空気を入れていきます。ポンプには押しても引いても空気の入るものと、押す時にだけ空気の入るポンプもあります。左手で口のところをしっかりと押さえたら、ゆるーく押し引きするのではなくて、しっかり押して引いて空気を入れるようにしてください。空気が入ったらすぐに右手でポンプの口のすぐ脇のところを空気が抜けないようにしっかりと押さえます。右手でしっかりと押さえたらポンプを外します。この後風船の口を結んでいきますが、こういう手順で結ばなければいけないという決まりはありません。今回は簡単に手早く結ぶ一つのやり方をご紹介します。まず左手で口巻きのところを持ちます。そしてこの空気の入っていないところを左手の中指の方に持っていきながら、左手の人差し指と中指にぐるっと一周巻きつけます。巻きつけたら左手の人差し指と親指でしっかりと押さえてください。押さえたら右手を外して、右手は口巻きを取ります。そしてこの口巻きを左手の人差し指と中指の間に挟んで押さえてください。口巻きのところを押さえた状態で指に巻きついている風船を外します。そうするとこのように一結びできています。この結び目を右手の人差し指と親指で押さえて、左手で口巻きのところを左側に引くと、結び目をしっかりと引き締めることができます。これで風船に空気が入って結ぶことができました。今はゆっくりと手順を説明していきましたが、慣れると手早く一瞬で結ぶことができます。むしろゆっくりとやるよりもパパッと手早く結ぶ方が空気も抜けずに結ぶことができます。空気を入れて結ぶときに気をつけていただきたい点がいくつかありますが、まず一つ目は口巻きをしっかりと広げてポンプの口に差し込んでいきますが、この時にポンプの口が風船にこのように引っかからないように気をつけてください。なるべく引っかからないようにまっすぐと差し込んでいきます。そして
ポンプを押し引きして空気を入れていきますが、この時にゆっくりと優しい感じにポンプを押し引きしていくと、空気の入りが弱くなってしまいます。そして空気を入れた後にすぐに右手の人差し指と親指でポンプのすぐ口の横を押さえておかないと、どんどん空気が抜けていってしまいます。ポンプに風船を取り付けるときには、口巻きをしっかりと広げて、まっすぐ深く差し込んで、風船が外れないように左手の人差し指と親指でしっかりと押さえたら、なるべく素早くポンプをしっかりと押し引きして空気を入れるようにしてください。そして入れたらすぐに右手の人差し指と親指でポンプの口のすぐ横のところを押さえます。そうすることで空気をしっかり抜けない状態で入れることができます。そしてバルーン初心者におすすめなのが、空気をパンパンに入れて結ぶ前にほんの少しだけ空気を抜いておくと、風船の張りが少し弱くなるので、この後ひねりやすくなるのでおすすめです。結ぶ前にこの押さえている指をほんの少しだけ緩めて、空気をちょこっとだけ抜いて、そして結んでみてください。風船のパンパンに空気が入っている状態からほんの少し柔らかくなって、この後ひねりやすくなります。そして結ぶときに一つ気をつけていただきたいのが、結んだ後、この結び目を引き締めるときに、口巻きの方と空気を入れた方、両方を持って左右真横に引いて結び目を引き締めると、このように結び目の際の空気の入り方が弱くなってしまいます。先ほど空気を入れたものと見比べていただくと分かりやすいですが、こちらは結び目の際までしっかりと空気が入っていますが、今こちらは結び目の際までしっかりと空気が入っていない状態です。この状態でこの後ひねると、最初のパーツの形がきれいに仕上がらなくなるので、しっかり結び目の際まで空気が入るように、結んだ後、この結び目を引き締めるときには、右手で結び目をつまんだ状態で、左手で口巻きを持って、左側一方向にだけ引っ張るようにしてください。そうすることできれいに結ぶことができます。そしてひねり始める前の手順として、このように風船を軽く揉むようにほぐすと、さらに柔らかくひねりやすくなります。ただ、結ぶ前に空気を抜くときに空気を抜きすぎたり、揉むときにたくさん揉みすぎて風船が柔らかくなりすぎてしまうと、この後風船をひねるときにパーツをきれいにひねれなくなってしまうので、軽めにやるようにしてください。ペンシルバルーンを使ってバルーンアートをやる前に、まず空気を入れたり結んだりするところで戸惑うことも多いので、風船をひねり始める前の手順として、ぜひ参考にしてください。